さあ今回はですね、エビとホタテを使った少しリッチなチーズリゾットをご紹介しちゃいます。まずはエビとホタテを軽く焼いてオイルに香りをつけていきます。一度エビとホタテを取り出し、香りのついたオイルにみじん切りにしたセロリ、エシャロット、そこにイタリア米を入れて炒めていきます。そして熱々のコンソメスープを入れ、ズッキーニを加えていきます。コンソメスープで炊いて仕上げにエビ、ホタテ、白ワイン、チーズを加えれば完成です。さあではお願いいたします。今日はですね、フライパンとスープ、これを用意してください。じゃあフライパンを熱して、そこにオイルを。さあじゃあスープも温めていきましょう。スープはですね、コンソメスープです。ではここでエビをよし切っていこうか。エビを背開きに。さあではエビを切ったらですね、よし移していこう。それからホタテ、こいつは切らずにそのまま。さあ軽くね焼いていきます。色がついたらちょっと向きを変えてあげましょうか。さあ焼きすぎるとちょっとね硬くなっちゃうんで、さっとね、ホタテはいい感じだね、取り出そう。エビもバッチリだ。じゃあ火力を弱めて取り出そう。さあそしたらここから素早くエシャロットとニンニクなんですが、ニンニクはじゃあ潰して刻んでいく。それからエシャロット、こいつはみじん切りに。それからセロリ、切り込みを入れ、こいつをまた刻んでいきましょう。さあこれらを合わせてまな板の上で同時に一緒に刻んでいっちゃいます。よし OK。 じゃあ切ったらフライパンに移そう。さあ炒めていきながら、これで野菜のね甘みをね引き出してあげます。オイルについたエビとホタテの香りがしっかりと出てるね。じゃあここでバター、うい、さあお米なんですけれども、今日はイタリア米を。さあ一緒に炒めていきながら、ここでズッキーニを用意してください。こいつを輪切りにスライス。よし。さあこのお米もですね、イタリア米もしっかりと炒めたら、ここでこの隣にある熱々のスープ、
よし、でズッキーニを入れていこう。ここに塩と胡椒だね。さあ、熱々のスープを入れたので沸騰してますね。なのでここで火力を弱めてちょっと15分ほどお待ちください。さあ、いい感じに炊き上がったね。そしたらここでちょっと白ワインを入れ、初めに焼いたエビとホタテ、これを戻します。ワインの風味も取り入れていこう。上品な香りだ。そしたら火力を弱めてここでチーズを振らそう。たっぷりのチーズでさあ、しっかり絡めていく。これでコクがプラスされたね。では火を止めて盛り付けに入ろう。シンプルな黒皿で今日はかっこよくいきます。まずは中心にエビを、それとホタテとさあ、パセリをちぎって上にのせちゃおう。そしてオイルを、よし、見た目も完璧。これはもう美味しい、間違いのない美味しさです。さあ、完成だね。エビとホタテのチーズリゾットの完成です。良い一日を。